今日はブリのお雑煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ブリのお雑煮を作っていきたいと思います。以前にもね、何回かお雑煮レシピはご紹介してるんですが、今回はお魚のブリを加えて旨味たっぷりな美味しいお雑煮に仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。ブリの切り身、大根、人参、小松菜、かまぼこ、丸餅、柚子、塩、料理酒、こちらの材料を使って作っていきます。まずブリですね、こちら1切れ使っていきます。1つで約 120g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてその他の具材ですね、小松菜、かまぼこ、大根、人参、そして香り付けに柚子を添えていきます。その他の具材に関しましては、こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。小松菜の代わりにほうれん草を入れていただいてもいいかなと思います。そして今回お餅はですね、丸餅を使用します。こちら切り餅で代用していただいても OK です。塩と料理酒に関しましてはブリの下処理で使用していきます。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、料理酒、だしの素、塩、こちらの材料で作っていきます。今回ね、だしの素を使って手軽に作っていくんですが、こちらご自身で作ったね、だし汁がある場合はだしの素は使わずにお水の量だけだし汁を使って作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずはじめにブリの下処理からします。このまま使うとね、ちょっと生臭さが残るので臭み取りを行っていきます。最初にね、塩をね全体にまぶしましょう。裏表ねまぶしてください。まぶしたらここに料理酒をかけます。料理酒をね全体的にまぶすことでこちらも臭み取りになります。ちょっとね、塩が溶けるまでよくなじませます。それではこのまま10分置いてください。では続いてね、具材を切っていきます。まず大根ですね、最初に皮を剥いてください。そしてだいたいね 8mm 幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ってください。そして今回はこちらの型抜きを使ってくり抜いていきます。このまま使っていただいてももちろん OK です。ではね、くり抜いていきます。こうしていただくとね、見た目も華やかになるので、こちら100円ショップとかにも売ってるので、ぜひやってみてください。こんな感じです。こちらも同じようにくり抜きます。大根はこれで OK です。こちらの余った部分に関しましてはお味噌汁に入れたりね、他のお料理でご使用ください。それでは続いて人参です。こちらも同様にまずね、皮を剥きましょう。そして半分に切ります。こちらもね、大根と同じ幅ぐらいですね、切ってください。そうしましたらこちらもね、くり抜いていきます。はい、こんな感じです。こっちもね、くり抜きましょう。人参はこれで OK です。こちらもですね、同様に野菜炒めとかその他のお料理にご使用ください。では続いてかまぼこですね。こちらまず底の部分を切ります。板に沿ってね、包丁を入れてください。あとはだいたい 1cm 幅ぐらいで切りましょう。はい、 OK です。今回はね、このままね使用していくんですが、飾りかまぼこにしていただいても OK です。こちらはお好みでやってみてください。それでは続いて小松菜です。こちらはまず根元を切り落としてください。そしてだいたいね 3-4cm 幅ぐらいで切っていきましょう。はい、小松菜はこのように切っておいてください。そして小松菜はですね、このように葉の部分と茎の部分と分けておきましょう。それでは続いて柚子をね、千切りにしていきます。こちら柚子の皮ですね。柚子はこのように切っておいてください。ただね、柚子が苦手な場合はね、こちらは省いていただいて大丈夫です。はい、こちらもね、10分経ちました。そしたら取り出します。そしてね、ペーパーで水分をね、拭き取ってください。水洗いなどはしなくて OK です。はい、そしたらですね、こちらの切り身を2等分にします。
ブリの下準備はこれで OK です。そしたらですね、今からこちらね、ブリの表面が白くなるまでさっと湯通ししていきます。一度ね、軽く茹でていただくことで生臭さを取ることができます。それではね、鍋にお水を張って、そしてこちらを火にかけて沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したらね、この中にブリを入れます。そして表面がね、全体的に白くなるまでね、湯通ししてください。はい、こんな感じですね。表面が白くなれば OK です。そしたら火を止めて、こちら氷水を用意して、氷水ですぐ冷ましてください。ブリの下準備はこれで OK です。だいたいね、2、3分ぐらいね、氷水に入れていただくといいかなと思います。それではね、お雑煮の汁を作っていきます。まずお鍋にお水、そしてお酒、あとはみりん、そしてお醤油。ちなみに今回はね、薄口醤油を使用してます。もしない場合は普通のね、濃い口醤油を使っていただいても OK です。続いてだしの素ですね。こちらを加えて一度ね、混ぜてください。そして混ぜたら、まずね、ここに大根とあとは人参を加えてください。そして火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰しました。沸騰したらですね、こちらブリを入れてください。そしてもう一度再沸騰したら火加減弱火にします。そしてこのまま5分煮てください。はい、5分経ちました。5分経ったらここにね、続いてお餅を入れます。あとはですね、この小松菜の茎の部分も一緒に入れましょう。そしてまた弱火で加熱していきます。今度はお餅が柔らかくなるまで加熱してください。はい、でね、こうやって触ってお餅が柔らかくなってれば OK です。そしたら最後仕上げに小松菜の葉の部分ですね、こちらをさっと茹でてください。葉の部分はね、一緒に茹でちゃうと色味がどんどん悪くなっちゃうので、さっと湯通しするぐらいで OK です。こんな感じでね、色味が鮮やかになったら火を止めます。はい、お雑煮はこれで完成です。ではね、盛り付けていきます。それではね、まずお餅ですね、やけどしないように入れてください。続いてブリも入れます。美味しそうですね。あとは大根ですね。大根と、そして人参、あとは小松菜、葉の部分と茎の部分をね、バランスよく入れてください。はい、そしてあとはかまぼこを添えます。そして汁をね、注いでください。あとはね、ここに柚子の皮を添えて完成です。こんな感じでね、お雑煮の完成です。この盛り付けはですね、お好みでやってみてください。それではもう一つもね、同じように盛り付けていきます。はい、これでブリのお雑煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具沢山でとても美味しそうな仕上がりになってます。ブリのお出汁も効いてね、とても美味しい仕上がりになっていると思います。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まずブリからいただきたいと思います。いただきます。生臭さとかもなくてすごく美味しいです。ではお汁もね、ちょっといただきたいと思います。美味しい。ブリの旨味とあとは柚子の香りがすごくいいですね。ではお餅もいただきたいと思います。いただきます。このお餅にもね、旨味が染み込んでてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のお雑煮のポイントです。今回作ったお雑煮なんですが、ブリを入れてます。このね、ブリを入れるでお雑煮はですね、長野県だったり、あとは岡山県、そして福岡の博多などで食べられてるお雑煮になります。お野菜などを入れて作ることが多いと思うんですが、ブリの旨味が入ってすごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。そして作る時のポイントです。まずブリなんですが、最初に塩をすり込んで、その後料理酒で10分ほどつけてください。そうすると臭みが取りやすくなります。そしてその後はブリの表面が白っぽくなるまで湯通ししてください。このステップをしていただくことで臭みがなく、とても美味しい仕上がりになります。そしてその他の具材に関しましては、こちらはお好みのものを入れていただいて大丈夫です。今回は大根、人参、小松菜、そしてかまぼこを加えてます。小松菜に関しましてはほうれん草で代用して
していただいても OK です。そしてお餅に関しましては今回丸餅を使用してます。こちらね、普通のね切り餅を使っていただいても OK です。そして全部具材の準備が終わったら、まず汁の材料を鍋に入れて、そして火が通りにくい人参と大根を一緒に入れて、そして一度沸騰させてください。そして沸騰したら火加減弱めにしてぶりを入れて、その後5分ほど弱火でじっくり煮込んでください。その後ですね、お餅を入れるんですが、お餅を入れるタイミングで小松菜の茎の部分ですね、こちらをですね葉の部分に比べると少し火が通りにくいので、お餅と同じタイミングで加えてください。そしてお餅が柔らかくなったら、あとは葉の部分を入れてさっと火入れして仕上げてください。葉の部分に関しましてはすぐ火が通るので、本当にね入れてからねさっと加熱するぐらいで大丈夫です。あとはですね、器に盛って最後柚子の皮を上に乗せてみてください。そうするとね、とても香り高くて美味しいお雑煮に仕上がります。ただ苦手な場合はね、こちらは抜いていただいて大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はお雑煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。